んこんにちは、はるかねです。今日はこちら、おびつ製作所から発売されているおびつ11というね、小さな手のひらサイズのお人形の革ジャンをね、手縫いしていこうと思います。材料はこちらのセリアで買ったね、極薄のフェイクレザーとセメンダインスーパー X2、こちらはシリコン系のね、万能接着剤になります。そしてハサミとこういう先の尖ったピンセットとハサミ、そしてこちらダイソーで買った透明のナイロン糸なんですけれども、こちらと針を使って作っていきます。はい、こんな感じにね切ってみました。5センチ ×4 センチが123枚、こちら袖が2枚と後ろ身ごろが1枚になります。そして5センチ ×2.5 センチが2枚、こちら前身ごろになります。そして8センチ ×2 センチ、こちら襟が1枚以上で作っていきます。はい、ではね、後ろ身ごろと前身ごろを合わせて切っていきます。まずこちらがね、表側で、こちらが裏側になるんですけど、表側同士をこう重ねるようにして、まずね、こちらの端を揃えます。そして、こちらもこちらの端に揃えておきます。そしてちょうどね、こちらの真ん中あたりに印をつけて、こっから1センチ、こっから1センチのところからこう山形にねカットします。そして首穴をね1センチぐらい開けて、でここをね少し一緒にこう縫ってしまうと困るので、だいたい1センチ2センチぐらいこの肩のところから斜めに切ります。こちら側もねだいたいこっから2センチぐらいのところにこう切っていきます。そして片端から5ミリぐらいのところからだいたい 1.5 センチ 1.5 センチぐらいのところまで袖ぐりを切ります。こちらも5ミリぐらいのところから1.5 センチぐらいのところへこう袖ぐりを切っていきます。そして肩の部分をね縫っていきます。はい、ではこんな感じでね片端から1ミリから2ミリぐらいのところをこう縫っていきます。でナイロンの糸はねスルンと抜けてしまうので、今回は玉留めして縫っていきます。あとね、このマジックの線ですけれども、これは動画撮影用にね皆さんに分かりやすくマジックで描いてるだけで、本来はこんなの線描かなくても大丈夫です。そのままね印なく切った方が人形に色移りしないと思います。はい、そしてね今回の縫い方ですけれども、ここの部分はね2ステップ1バック2目進んで1歩戻るっていう形で縫っていきます。でこのナイロンの糸ねぶわーっとこう広がって縫いにくいので、これを少しねこう薬指と小指で引っ掛けて縫っていきます。肩の部分がね縫えたら、今度はこの袖ぐりの部分に袖を縫い付けていきます。長方形になってるのでね、この長い方の辺を中表になるようにこういう風に縫っていきます。それがね縫い付けられたら、こちらはねしっかりきっちり揃ってるんですけど、こっちはね少し余ってるので、この余ってる分をねスパッと切ってしまいます。
反対側の袖も同じようにねつけていきます。はい、こんな感じでね袖がつけられたら、次はねこの袖口を縫っていきます。両袖のだいたい3ミリぐらいこう折って、ここはね並縫いで縫っていきます。袖口が両方縫えたら、中表にこうね折りたたんで、ここを縫っていきます。でこの時にね、こちらはだいたい2ミリぐらいでいいんですけど、こちらはね3、4ミリのところを縫っていきます。はい、そしてね袖口の部分、この部分がねちょっと開いてると不細工になっちゃうので、しっかりね縫って、ここがねこう開いてこないようにきっちりこの端から縫っていきます。こんな感じでね袖が縫えました。こちらはね2ミリで縫ってあるんですけれども、こちらは3ミリで縫ってあります。これをねこう開いた時にね、人形に着せたらこうふわーっとねへこんでしまうので、これを固定するために、こちら後ろ背中側なんですけど、このひだをね背中側にこう倒して縫っていきます。で表にはね点としか縫い目が出ないように縫っていきます。はい、こんな感じでね両袖の部分と脇の部分がこう縫えたら、袖をねひっくり返していきます。そしたら次にね襟の部分を作っていきます。まず半分に折って、この折った角の方からこの切れ端に向かってこうね半円状に切っていきます。そしてこっからまた3ミリから5ミリぐらいのところからこの端へ向かってゆるくカーブに切っていきます。そしてねこの真ん中の部分に印をつけておきます。次にこの本体の方ね、こちらの方にもちょうど背中の中心に印をつけておきます。そしてこの印と襟の印をこう合わせるように縫っていきます。長さがねずれないように真ん中の印から縫っていきます。そしてこうねぐーっと合わせて縫っていって、少しはみ出てもね1センチぐらいはみ出ても大丈夫です。はい、こんな感じでね後ろ中心からずっと前身頃の前中心まで縫ってきました。そしたら襟をね少しこう立てた状態で前身頃を3ミリほど折って、このまま縫っていきます。これはね後で処理するのでこのまま置いておきます。この時もね表にはもう点しか縫い目が出ないように気をつけて縫っていきます。はい、こんな感じでねぐるーっと縫って、でここでね一旦止めて、そしてまたこっちの襟の半分からずっと縫って、こういう風にねすべて縫いました。そしたら次は襟をねしっかりこう立てた状態で、この余ってるねこの部分を後ろに貼り付けていきます。縫い付けていきます。しっかり襟をこう伸ばして、この部分ねギリギリのところを縫っていきます。
でここはね縫い目はもうこういう風に襟を折りたたんで見えないので、ぐちゃぐちゃでも大丈夫です。こっからねだいたい1センチぐらいのところから縫い始めます。襟のね裏側もしっかり縫えたら折り返して前をね合わせてみます。でこの部分をねこう少しこちらに折るんですけれども、ちょっと残りすぎなので2ミリほど残してねこう切っていきます。だいたいこの先が5ミリぐらいになるように切っていきます。そしてこれをね折り曲げた状態でこっちの端をねぐっと中へ入れて縫ってしまいます。はい、そしてねちょっと見えにくいんですけれども、こんな感じで縫い目がねちょっと出てきてしまった場合はしっかりね表側に出ないように裏側から引っ張って、ナイロンなんでねライターで焼いてしまいます。襟の部分を処理しました。端5ミリほどね出したのを内側にぐっと折り込んで縫ってあります。そしたらもうこのままね完成でもいいんですけど、一応ね今回は襟の部分にね切れ込みを入れていきます。はい、では最後にね 2mm×1 センチぐらいの小さな切れ端をポケットにしてここねくっつけていきます。その時に万能接着剤を使っていきます。はい、これで革ジャン完成です。はい、こんな感じでね襟違い色違いも作ってみました。で革ジャンといえばね黒で作るのがかっこいいんですけれども、黒はねちょっとやっぱり人形への色移りが心配なので、個人的にはこのぐらいのねお色が色移りしても安全かなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録と、あとインスタグラムとかね Twitter への SNS へのシェアぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。